こんにちは。皆さん、今日は日本語の難しさについてお話しします。日本語を学ぼうとしている外国人にとって、どんな壁が待ち受けているのか、一緒に見ていきましょう。特に、漢字、敬語、数の数え方など、様々なポイントに焦点を当てます。この動画が日本語学習の手助けになれば幸いです。漢字の複雑さについて見ていきましょう。日本語には約2000の漢字が日常的に使われており、さらにそれぞれの漢字には複数の読み方があります。例えば、幾という字は、幾やこうと読むことができます。このように、同じ漢字でも文脈によって異なる読み方をするため、学習者は混乱しやすいのです。さらに、漢字は意味を持つだけでなく、形も重要です。例えば、漢字の部首が異なると、全く違う意味を持つことがあります。これにより、学習者は漢字の理解を深めるために多くの時間を費やさなければならないのです。このように、漢字の学習は日本語学習の中でも特に難しい部分の一つです。しかし、漢字を習得することで、日本語の理解が深まり、読み書きの能力も向上します。次に、敬語について見ていきましょう。敬語の使い方。次に、敬語の使い方についてお話しします。日本語には、丁寧語、尊敬語、謙譲語の3つの敬語があり、相手との関係性によって使い分ける必要があります。これが日本語の特有の文化でもあります。例えば、友達には行くと言いますが、目上の人には行かれると言います。また、ビジネスシーンでは、上司に対しておっしゃるという表現を使うことがあります。このように、相手の立場や状況によって言葉が変わるため、正しい使い方を習得するのは非常に難しいのです。敬語を使いこなすことは、日本の文化やマナーを理解する上でも重要です。適切な敬語を使うことで、相手に対する敬意を示すことができます。しかし、初めて日本語を学ぶ人にとっては、敬語の使い分けは頭を悩ませる課題となるでしょう。次は、文法の構造について見ていきましょう。文法の構造。次に、日本語の文法構造についてお話しします。日本語は主語目的語動詞 SOV の語順を持っており、英語などの主語動詞目的語 SVO とは異なります。この違いは、特に外国人にとって困難を招く要因の一つです。例えば、英語では I、Eat、SUSHI と言いますが、日本語では私は寿司を食べるとなります。このように、動詞が文の最後に来るため、情報を得るまでに時間がかかることがあります。さらに、日本語には助詞という重要な要素があります。助詞は、文中の言葉の関係性を示す役割を果たします。例えば、がやおなどの助詞が文に加わることで、意味が大きく変わることがあります。このように、日本語の文法は独特で、習得には時間がかかりますが、一度理解すれば、会話や文章がよりスムーズになります。次は、音のバリエーションについて見ていきましょう。音のバリエーション。日本語は母音が5つしかないため、音の変化やアクセントが非常に重要です。しかし、これが外国人にとっては難しいポイントとなります。例えば、あいうえおの母音は非常にクリアで発音が明確です。しかし、子音との組み合わせやアクセントの変化があるため、聞き取りが難しくなることがあります。また、日本語には肯定アクセントがあり、同じ言葉でもアクセントの位置が異なると意味が変わることがあります。例えば、橋という単語は、アクセントによって橋や橋を指すことがあります。このような音のバリエーションを理解し、正しく発音することは、
日本語を話す上で非常に重要です。音声の違いを意識することで、良い自然な会話ができるようになります。それでは、次に文化的背景について見ていきましょう。文化的背景。次に、日本語の文化的背景についてお話しします。日本語には文化や習慣に根ざした表現が多く、言葉の裏にある意味を理解することが難しいと感じる外国人が多いです。例えば、お疲れ様ですという表現は、仕事を終えた際や感謝の気持ちを伝えるときに使われますが、直訳するとその意味が伝わりにくいです。このように、日本語には特定の状況や文化背景に依存した表現が多く存在します。また、日本の文化や習慣を理解することが、日本語の理解を深める鍵でもあります。例えば、季節ごとの行事や、特定の人間関係における礼儀作法など、言葉の使い方に影響を与えます。日本語を学ぶ際には、言葉だけでなく、その背後にある文化を理解することも重要です。これができると、より深いコミュニケーションが可能になり、日本での生活や仕事がスムーズになります。次は、数の数え方について見ていきましょう。数の数え方。最後に、数の数え方についてお話しします。日本語には助数詞があり、物の種類によって異なる数え方をする必要があります。これが日本語の特有の特徴であり、外国人にとっては特に難しいと感じるポイントです。例えば、1本のペンは1本、2匹の稲が2匹、3枚の紙は3枚と言います。このように、物の形や種類によって助数詞が変わるため、覚えるべきことが多くなります。さらに、助数詞は数えるものの特性によっても変化します。例えば、丸いものにはこう使い、長いものには本を使うなど、細かいルールがあります。このため、正しい使い方を学ぶのが難しいと感じるかもしれません。しかし、数の数え方をマスターすることで、日常生活や買い物の際に非常に役立ちます。日本語をよりスムーズに使いこなすためには、助数詞の理解が欠かせません。これで、日本語を学ぶ上での難しさについてのポイントを見てきました。それでは、次にこれらのポイントをどう克服するかについてお話ししましょう。日本語学習の克服法。これまで、日本語の難しさについて様々なポイントを見てきましたが、これらの課題をどう克服していくかが重要です。まずは、基本をしっかりと理解することが大切です。特に、漢字や文法は基本的な知識を身につけることで、徐々に理解が深まります。毎日少しずつ学ぶことで、自然に知識が増えていくでしょう。また、最近ではオンラインの学習ツールやアプリが豊富にあります。これらを活用することで、自分のペースで学習を進めることができ、楽しく続けられるでしょう。さらに、実際に日本語を使う機会を増やすことも効果的です。言語交換や会話クラブに参加することで、実践的なスキルを磨くことができます。また、日本の映画やアニメを見ることも、リスニング力を向上させる良い方法です。文化を理解することも重要です。日本の文化や習慣を学ぶことで、言葉の使い方やニュアンスを深く理解することができ、コミュニケーションがよりスムーズになります。以上の方法を取り入れながら、楽しく日本語を学んでいきましょう。次は、まとめとして日本語学習の重要性についてお話しします。まとめと日本語学習の重要性。さて、ここまで日本語の難しさについてお話ししてきました。漢字の複雑さ、敬語の使い方、文法の構造、音のバリエーション、文化的背景、そして数の数え方と、様々なポイントがありましたね。これらの課題は最初は難しく感じるかもしれませんが、努力を
けることで必ず克服できます。日本語を学ぶことは単に言葉を覚えるだけでなく、日本の文化や人々を理解するための大きな一歩でもあります。言葉を学ぶことで日本の文化に触れ、さまざまな人との出会いが待っています。日本語を話せるようになることで、旅行やビジネス、友人との交流においてもより豊かな経験ができるでしょう。そして何よりも重要なのは楽しむことです。学ぶ過程を楽しみ、興味を持ち続けることで自然とスキルが向上します。日本語の学習はあなた自身の成長にもつながります。今回は日本語の難しさとその克服法についてお話ししました。これからも日本語学習を続けていく皆さんを応援しています。もしこの動画が役に立ったと感じたら、ぜひチャンネル登録やいいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。